空が青いなあ。はい、おはようございます。今日は2月26日木曜日でございます。はい、ということでね、今日はですね、寒い。昨日から雨でございまして、一応ね、雨は止んだんですが、まだパラパラ、降ってますけどね。今日はなんか天気になるような、予報でございますが、とにかく寒いと。で、曇っております。はい。だいぶね、雨降ったんで、少しはね、みんな、水分不足、雨量不足を解消できたんじゃないかなと思います。はい。結構降りましたからね。はい。ということで、今日もですね、頑張ってやっていきたいと思います。また午後は、フットラボハウスセカンドの床解体ということで、頑張ってまいります。ということでよろしくお願いします。はい、それでは毎朝のモーニングルーティンでございます。写真撮っていきたいと思います。こちらこうか、こちら写真撮っていきたいと思います。はい、それではさっき撮った写真をメルカリにアップしていきたいと思います。はい、ということで本日は以上となります。ご視聴ありがとうございました。ということでね、午後からまた、フットラボハウスセカンドで、床解体ねやっていきたいと思います。はい、ちょっとね今日は尺が足んないんでねお話ししたいんですけど、人間はね思考することができると、まずこの前頭前野を使って思考することができるというお話を、今までもね何度もさせていただきました。はい。やはりねネガティブな感情、怒り、恐怖、おののき、罵り、嫉妬、そういうのをね持ってると、人生うまくいきませんよという話なんですが、やはりね、人間はねここ持ってますんでね、その解釈をね変えることができます。はい。だいたいネガティブで人生うまくいってない人っていうのは、自分ではねポジティブに、生きてるよと言うんですが、その都度事象が起きた時に、お金ない、どうしよう、あれ家賃払えるかなとか、誰かが遅刻してきたら、なんだよあいつよ、なんで遅刻してくんだよあの野郎って言ったり、あと朝起きてね、足のつま先をねダーンってタンスにぶつけて、いってなんでこんなとこにタンスがあんだよって言ってみたり、そういうねことをですね、起きている間、1時間に1回ぐらいずつそういう反応をしているとですね、やはりネガティブな感情に覆われてしまいます。そうすると、ネガティブな事象がどんどん引き寄せられますんでね、はい、まずネガティブをやめると。それとね、解釈を変えることが人間ってできるんですよ。はい、例えばここでお客さん来てね、いらっしゃいませ、いらっしゃいって言うとしますよね。そうすると、なんだこいつ、なんだこいつ慣れ慣れしいなって、思うお客さんもいるし、なんかフレンドリーでいいなって思うお客さんもいるし、それはね、人間自分自身がですね解釈を変えることができます。はい。ですのでね、何か物事が起きた時に反発的にねパパンと、ネガティブな思考をしちゃう人は一旦ちょっと止めて、ここの前頭前野でですね、この人はフレンドリーなのかな、それとも生意気なのかな、でも生意気だとしてもどっちでもいいかっていう風に考えるとですね、怒りとかネガティブな感情がスーッと消えてきます。はい。そうするとね、
楽しいものや美しいものや、ポジティブなものがですね、だんだん見えてきます、周りがね。はい、そうするとですね、ポジティブなものが引き寄せられますので、人生は楽しいと、そういう理屈でございます。はい、ということでこれからねフットラブハウスセカンドにドローンさせていただきます。ドローン。はい、ということでね、午後から、フットラブハウスセカンド、はい、やってまいりました。はい、今日もね、引き続きこちらね、床を解体していきたいと思います。ということでよろしくお願いします。はい、ということでね、今日もこちらね、半分ぐらいね、ここまで剥がしましたんで、残り半分ね、解体していきたいと思います。ということでね、今日もねまた、解体動画となっております。すいませんね皆さんね、本当つまらないと思いますけどもお付き合いください。はい、お礼にというか、今ね、人間の悩みというシリーズでね今までお話ししてきましたけれども、私も含めてですね、結構ですね、昔はね、学校卒業して社会人になって定年までね、続けるということが、美徳とされた時代でございました。ところがね、今ですね、なんですかね、40年も50年もね同じ仕事してればですね、できるようになるのは当たり前なのかなと。毎日同じことやってるわけですから、できるのが当然かなと思うわけでございますが、そういう人に限ってですね、入ってきたばっかりのね新入社員とか新しいメンバーに対して、お前そんなのも知らねえの？もっと勉強しろよとかね、全く常識知らねえな、学が足んねえんだよ学が、みたいな感じでね、散々私も言われてきました。はい、ところがね、今の時代はですね、もうそんな40年も50年も同じ仕事してて他のことはできないんですかって話になってきちゃってるわけですね。はい、特にね、知識的なことで、非常にね、特にお年を召された方が若い人に対して、そんなもの知らないなんてね、勉強が足りないんだなんてね、お怒りされてた先輩方がたくさんいらっしゃいますけども、なんていうんですかね、決してねそう言われたとしてもですね、自分がダメなんだとか、自分を責めることはしないでいいと私は思っております。はい、大体そういうことを言う人に限ってですね、IT 技術のことを全然知らないとか、DX が何なのかも分かってないとか、昨今で言うと AI と普通のプログラムの違いが分かっていないとか、ブロックチェーンの技術が何なのかも分かってないとか、そういう専門外のことは分からないと。で、そういうところをね突っ込むとですね、そんなの知らなくていいんだと、開きなってねカーッとなってね怒り始める、そういう方が結構今までもいらっしゃいました。はい、ですからね、知らないことが悪いということは、全くなくてですね、逆に知ってるから偉いということも全くなくてですね、あまりなんていうんですかね、
自分自身を落ち込むさすことは必要ないのかなと私は思っております。もう知りませんというふうに言っちゃっていいと思いますし、すいません教えてくださいって言えばいいことだと思いますし、知らないからってね人をバカにしたりですね、追い込んだりですね、するほど、愚かなことはないのかなと私は思っております。昔からね、そういうことを言う先輩は、特にたくさんいらっしゃいましたんでね、なんでこの人そんなことで威張ってんだろうなっていうふうにずっと思っておったわけでございますが、私もある程度大人になってですね、若い人に、知らないと言われてもですね、あ、そうなんだ知らないんだ、もしくはですね、お前そんなの知らないのかって言われてもですね、はい知りませんっていうことでね、堂々とね、言うようにしております。特に人間なんてね知らないことの方がですね、多いわけでございますから、そんなことをね、いちいち気にしてても、しょうがないので、そんなことで落ち込んでるんであればですね、全くその必要はございませんということで、はい、ということでね、本日は以上となります。なんかね、思ったよりね、全然進みませんでした。はい。今日は4枚取って終わりかな。はい。ということでね、またちょっと残りますけども、はい。こちらね、次回やっていきたいと思います。ありがとうございました。はい、ということで本日は以上となります。ご視聴ありがとうございました。ということでね、今日は、雨は止んだんですけどね、すごい寒いです。北風っていうんですかね、はい、風が冷たいということでございますが、でも汗びっちょなんですけど今ね、はい、床ね、まだ終わりませんでした。すいません、ちょっとまだまだかかりそうな感じです。はい、ということで、本日もよろしくありがとうございました。もしよろしかったらチャンネル登録、高評価ボタンお願いします。ということで以上となります。ありがとうございました。人月